家庭菜園ライフ。杉並区で菜園をしている高橋です。今日はスナップエンドウの立ち枯れ病対策についてご紹介していきます。スナップエンドウに発生する病気というのはカビを原因とした病気が多いです。冬の間はカビは増殖しにくいので、ほとんど症状が出てくることはありません。しかし春先になりますと、うどんこ病や立ち枯れ病が出てくる場合があります。今回ご紹介する立ち枯れ病というのは、下手をすると株が全滅してしまうようなケースがありますので、冬場のうちから注意していただきたいことをご紹介したいと思います。では行ってみましょう。まずは立ち枯れ病についてご紹介します。立ち枯れ病というのは葉の下の部分から徐々に褐色に変化していき、やがて上の方まで症状が広がっていき、最終的には枯死、枯れてしまいます。寒さで枯れている場合と見分けが非常に難しい場合もあり、スナップエンドウの場合、春に新芽が出てくると思ったら、そのまま枯れてしまうということも起こり得ます。原因としては過失状態によるものが多く、実は冬のうちから注意しないとすでに感染しており、春に一気に症状が広がる場合がありますので、今のうちから十分に注意していきましょう。こちらのスナップエンドウをご覧ください。12月でこのぐらいのサイズであれば冬越しには十分の状況です。冬の間うまく育って冬越しを成功させたと思ったら感染してしまうようなことがありますので、十分に注意していただきたいです。ではどのような点に注意すべきか、ポイントをご紹介します。1つ目のポイントです。過失状態を防ぐために、水はけが良い状態にしましょう。冬場は夜露などが降りるので水やりをせずとも案外土壌が湿った状態が続くことがあります。そこに水をまいてしまったり過失状態が長く続いてしまうと根腐れなどが発生してそういった部分から菌が侵入することがあります。冬の間は休眠状態なので症状がほとんどないのですが、春になると菌が増殖して一気に感染するということがあります。対策としては水はけと通気性が良い状態にしておきましょう。対策をやってみましょう。このようにスコップやクワなどで畝間を耕しておきます。こうしますと通気性が良くなり土が適度に乾燥するようになります。畝の横を耕しておくだけでも空気が入り畝の部分の湿度が適当に抜けますのでこのようにやってみてください。それでもどうしても水はけが悪いという方もいらっしゃると思います。そのような場合にはもみ殻をまくようにしてください。畝間にもみ殻をまいたり燻炭をまくことによって土と土との間に空間ができます。そうしますと通気性が良く過失状態を防げますのでどうしても日当たりが悪かったり土壌状態で水はけが悪い場合にはやってみてください。2つ目の対策です。これは玉ねぎの苗が余っていたりネギの苗が手に入る方はぜひともやってみてください。また植えている苗の中で細くて収穫に向かないような苗でも構いません。ネギ科の野菜をスナップエンドウと一緒に植えることでコンパニオンプランツとしての役割が期待できます。ネギ科の植物の根に寄生する菌が立ち枯れ病の菌を抑える効果がありますので一緒に植えてみてください。スナップエンドウの場合は、このように間隔を植えますので、こちらの穴の中に植えてあげたり株と株との間に植えるようにすることで病気を防ぐ効果があります。こちらはニンニクを植えている畝ですが、このように1箇所だけ芽が出ていません。このように植えたのに失敗してしまった場所を活用するのもいいと思います。ニンニクの収穫時期は6月ですのでスナップエンドウと混植しておけばスナップエンドウが先に収穫が終わりその後ニンニクの収穫になりますのでコンパニオンプランツとしても時期的にも最適です。
畝をうまく活用してみてください。3つ目のポイントです。間引き作業は、春先にハサミでカットして、するようにしましょう。現在間引き作業をする方も多いと思いますが、少し待っていただき、春になってからやってみてください。現在、夜露などで、かなり過失状態で、間引きすることで、根っこにですね、根に傷をつけてしまうことがあるかもしれません。先ほどのように過失状態で菌が侵入してくることがあるかもしれませんので、間引き作業は、春にするようにしていきましょう。さらに、手で抜かずに、ハサミでカットすれば、地中でこんがらがった状態でも、根を傷つけずに、間引きすることができますので、ぜひ、ハサミでカットするようにしてみてください。その他に、このように芽は出てきていますが、寒さで枯れるようなこともありますので、病気に関係なく、間引きを急いでしまうと、万が一の残った株が枯れてしまうと、その穴は全滅してしまいますので、間引きはあまり急がない方がいいと思います。ぜひ春にやるようにしてみてください。今日は、スナップエンドウの、立ち枯れ病対策について、ご紹介しました。この動画が、面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。